こんばんは、新パイロットきよきょうです。前回はブラボーライトといういろんな機体を操作可能なスロットルをご紹介しましたが、今日はこれ一本であらゆる空を支配できるフォックストロットエイビエーションスティックをご紹介していきます。旅客機もヘリも遊びたい。でもおもちゃみたいなスティックはもう卒業したい。そんな贅沢な悩みを抱えるあなたへ。今日もアタッサショップさんから提供いただいた実機を見ながら、ハニカムが放つ多機能スティックの正体に迫ります。まずは質感です。フォックストロットスティックはエントリーからミドルクラス向けの製品ということで、素材自体はプラスチックがメインですが、仕上げが絶妙です。マットで高級感のある質感が所有欲を満たしてくれます。おもちゃ感はないし、逆にデスクで浮くようなごつさもありません。内容物は USB ケーブル、そして 1.5mm の六角レンチです。このレンチはコントローラーの調整に使うものなので、絶対になくさないでください。レンチはコントローラーの底に収納することができます。フォックストロットは左右どちらの手でも使える両手操作が可能。エアバスのような左右席でスティックを握るスタイルも完璧に再現できます。背面には USB Type-C のポートが2つあり、その1つはハブと表記されています。これはもしかすると将来的にスロットルユニットをつなぐための拡張用かもしれません。パソコンと接続する場合は、それとは逆のポートに接続します。スティックの大きさは、幅、奥行き、高さがそれぞれ 21.5、17.3、23.3 センチです。デスクに置いてみるとかなりの存在感があります。フォックストロットは全軸に16ビット高解像度ホールエフェクトセンサーを採用しており、前後左右に動かした時の精度は極めて良好です。左右にスティックを傾けた場合、センターに戻る力は比較的強めです。ジョイスティック系のコントローラーでは定番になりつつあるひねり操作も可能で、公式のキーバインドはラダーに割り当てられています。この価格帯で嬉しいのが前後左右の摩擦調整です。専用のレンチを使って調整することで自分好みの抵抗感を追い込むことができます。コントローラーの下部には5つのメタル製のオンオフスイッチがあり、カチッとした感覚でライトの操作に最適です。右側にオートパイロットとレディオと刻印された二重回転ノブを搭載しており、オートパイロットでは上のノブで変えたいものを選択し、下のノブで調整ができます。オートパイロットを有効にしたい場合は真ん中のスイッチを押すだけです。レディオノブは調整後に真ん中のスイッチを押すことで周波数が切り替えられるようになっています。また、フォックストロットではコントローラー系では珍しく APU を操作するための3ポジションのセレクターを装備しています。スティックの上部にはトリム、パッドスイッチ、オートパイロットに使えそうな赤いスイッチ、白いスイッチがあります。サイドにあるスイッチも操作が可能です。さらにマイクロソフトフライトシミュレーターのシステムへアクセスできるショートカットスイッチまで。これ、フライトシムに必要な操作のだいたい6割が片手だけで完結してしまいます。ただ1点だけ、プッシュトゥートークのトリガースイッチだけは少しクリック感が軽めでプラスチック感が強いかなというのが本音です。それでは今回もマイクロソフトフライトシミュレーター2024でテストしていきましょう。ハニカムさんの公式サイトからボタンの割り当てをダウンロードして適用します。一般的なコントロールと航空機のコントロールの歯車マークを押して、適当な名前のプロファイルを一つずつ作っておきます。
一般的なコントロールのインポートを押して、公式サイトからダウンロードしてきたジェネラルコントロールズをクリックして開くを押します。同じように航空機のコントロールのインポートをクリックして、Airplanes コントロールを選択したら開くを押します。これでコントローラーが使えるようになります。今回はセスナ172を使ってフライトしてみました。まず思ったのが精度。レッドゾーンを極限まで絞っても機体がふらついたり、あるいはわずかな入力が発生して振動が発生するということは全くありませんでした。握って操作することで吸い付くような機体のコントロールが可能です。オートパイロットの調整については、まずはじめにゲーム上でオートパイロットのモードを変更しておきます。フォックストロットスティックの上部のノブで変更したいものを選択します。最後は下のノブを回して調整するという忙しさで、慣れるまでは大変ですが、手元で全て完結するのは圧倒的に便利です。このフォックストロットスティックのメリットは何といっても圧倒的な潰しが効く汎用性です。これ1本でセスナ、旅客機、戦闘機、重戦、何でもいけます。ビルドクオリティも高く、ハニカムらしい型付きのなさは健在です。グランドキャニオンを高速飛行するというようなシビアなコンディションでも、コントローラーの浮きが発生することなく操作することができました。これならドッグファイトでも問題なく使えると思います。ただ、このコントローラーを選ぶときに注意すべき点があって、それはスロットルです。他のメーカーではデフォルトで用意されているスロットル軸がこのコントローラーにはありません。ボタンを使うことでスロットルの操作は可能ですが、もしリニアな微調整がしたいという方には、以前ご紹介したブラボーライトをセットで買うのが幸せになれる近道です。最後に気になる国内価格は、アタッサショップさんで税込み26,000円。これからフライトシムを本格的に始めたい初心者の方、デスクスペースを節約しつつ多機能を諦めたくない方、そんな方に候補の一つとして挙げたいデバイスです。この動画が皆さんのデバイス選びの参考になれば嬉しいです。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。